1月に入って冷え込む日が続いています。その一方、冬至が過ぎ、1月も半ばになると、だんだんと日が長くなってくるのを感じます。1月さえ乗り越えれば、春はもうすぐそこという気持ちになる今日この頃です。我が家のキッチンのガスはこんな感じで出なくなります。我が家のキッチンのガスは都市ガスではなくガスボトルと呼ばれるブタンガスが入ったボトルを購入しています。ガスは近所のスーパーのガソリンスタンドのエリアに置いてあります。スーパーによって値段や購入方法が違いますが、ここは窓口でガス会社の種類を指定し、お金を払って新しいものを自分で持っていくスタイルです。我が家に都市ガスがない理由は、床が全面タイル張りになっているためです。前の家のオーナーの時に都市ガスが利用できるようになっていましたが、素敵なタイルを壊してしまうことが嫌で、従来のガスボトルを利用されているということでした。私たちもこの家の床のタイルが気に入っているので、そのままの状態を保つことに決めました。ただ、この床のタイル、一つだけ難点があり、それは冬は足がとっても冷えます。Just in there. You get different gas and different To 3.9? So 24 kilograms. Oh, okay. That's the weight. Okay.さて、再度ボトルをホースでつないだら、水と食器洗い洗剤を混ぜたものをつなぎ目に塗ってガス漏れがないか確認をして完了です。Yeah. Good. Okay. できる？簡単に美味しくできる我が家の鴨の焼き方をご紹介します。まずは鴨胸肉を焼くときには必ず一緒に作る定番の付け合わせのじゃがいもの下準備から。
じゃがいもは少し大きめの乱切りにします。水でさっとゆすいでラップをし、レンジでチンします。固めに茹でてもいいです。今回使用する鴨は胸肉です。こちらは私の住む南西フランス産のものです。ここドルドーには鴨が特産物でもあり、いつでもスーパーで気軽に鴨肉を買うことができます。このように鴨胸肉は真空パックで売られているものが多いです。私はフランスに住むまで鴨肉を調理したこともほとんど食べたこともありませんでした。お友達の家に行った時など、鴨肉でおもてなししていただく機会が多いことに気づき、せっかくなら私もこのエリアの名産物を美味しく調理できるようになりたいなと思い、いろいろとネットで見た方法を試してみて、今の焼き方にたどり着きました。まずは筋などをできるだけ取り除きます。油側には格子状の切れ目を入れます。肉まで切ってしまわないよう、油の部分のみ切るようにします。ちなみにこの胸肉はマグレ・ド・カナールというフォアグラを作るために飼育された鴨の胸肉のため、このように油がたくさんついています。切れ目を入れたら30分ほど常温で置いてから焼く工程に入ります。まず冷たいフライパンに油の面を下にして鴨肉をのせます。あとはこれを弱火で焼き続けます。火をつけてからしばらくすると早速油が出てきます。出てきた油はフライパンを傾けながらスプーンですくいお肉にかけます。ある程度油の量が増えてきたら都度耐熱容器に油を移します。この工程を25分ほどじっくり続けるとお肉の面も火が通り色が変わってきます。皮の面がこんがり焼けたら火を止めます。この後200度のオーブンで約8分間加熱します。フライパンの場合は肉側の面を2分ほど焼き、アルミホイルに包んで10分休ませてから切ります。さっと火を通したじゃがいもにはターメリックパウダー、塩コショウをして先ほどの鴨肉から出た油を全体にたっぷりかけます。よく絡めたら200度のオーブンで20分から30分こんがりするまで焼いて完成です。
鴨肉の油の代わりに普段はオリーブオイルで作っても美味しいです。ただ、この鴨肉の油で作ると格段に美味しさがアップします。オーブンがない場合はフライパンでこの油と一緒に炒めるのもいいと思います。この辺りではレストランで鴨の胸肉を食べると中がほとんどレアの状態で出てきます。鴨肉には鶏肉のようなサルモネラ菌のリスクがないようなので問題ないようですが、お好みで焼き加減は調整してください。ちなみに残った鴨の油は翌日チャーハンにして美味しく食べます。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。